皆さんこんにちは。マイスタージンガーの調査をね、世界的に、やろうと思ってアップした動画、かなりの反響が実際にありまして、ダイレクトメールとかも、結構あって、いろいろな意見を聞くことができて、本当に嬉しかったです。ありがとうございました。はい、ここで、数名の方に、少し謝罪をしないといけないんですけれども、実はマイスタージンガーの、ビデオタイプ A そしてタイプ B がありましたけれども、実は画像と音をすり替えていたんですね。最初 F 感だったと思うんですけれども、F 感の、画像に静感の音を入れてやっていた。そして F 感の画像に静感の音を入れて収録をしていました。そのことについても、指摘が数名からあったんですけれども、このすり替えっていうのに関しては、まあそのね調査がうまくいかなくなる原因でもあったかもしれないんですけれども、これは決して皆さんを試したかったわけではなくて、そして皆さんをディスりたくってとかバカにしたくってみたいな感じで、考えて作ったものではございません。意図的な、理由があってマイスタージンガーの調査をしました。まず、音とね、画像をすり替えたいきさつについてなんですけれども、まずマイスタージンガーを演奏する際、特にオーディションにおいて F 管で吹くべきか、静管で吹くべきか、特にアメリカでは静管でマイスタージンガーを吹きましょうっていうのが主流になっているような印象を僕は持ちます。そしてコンサートでも何でもかんでも静観で吹くっていう、印象も少しあります。ですけれども、ヨーロッパの方に行くと99% 以上の方たちが、F 管でマイスタージンガーを吹く。もちろんね、イギリスに行けば S 管で演奏する人もいらっしゃいます。そこで私はまず音で判断していただきたくて、この調査をしたんですね。視覚から来た、投票をしてほしくなかったがためにしたんですね。また、クラシック音楽っていうのは無形文化財であるわけじゃないですか。ですので、文化財であり歴史がある無形文化財ということで、だいたい400年前ぐらいからずっとそのクラシック音楽っていうのがあると思うんですけれども、チューバは一番新しい楽器の、クラシックの楽器の中で一番新しい、ものに属すと思うんですけれども、そこでバスチューバ、コントラバスチューバって書かれていたら、F 管なのかとか米管なのか正管なのかで、この二面性、みんながみんなじゃないですけれども、それがある一種の法律みたいな感じになってしまってて、その書いてあるからこうしなければいけないとか、伝統はこうだとか、その当時のそのプレイヤーがこういうふうに吹いてたからこうするべきだみたいなね、話全部僕理解はできるんですけれども、それだけで、これからその21世紀も真ん中に差し掛かろうとして、このままではいいのかなっていうのが率直のその意見としてねあって、そこで、静観を藤田吹きたいのかって言ったらそれはまた間違った話なんですね。僕は、どっちかって言ったら F 管で、マイスタージンガーを吹くのが好きなんですけれども、
その場所において適材適所の、楽器のチョイスですとか、そのコンサートホールがどのぐらい響くのか、そのオーケストラの編成がどのぐらいなのか等々によって、チョイスする楽器っていうのは変わってくるはずなんですね。もちろんワルキューレの機構とかをF 管で吹くとかはもちろんナンセンスな考えだとは僕は思っております。とか、レスピーギの、ローマの噴水を F 管バスチューバって書いてあるから、その F 管で吹いてるっていうちょっとしたドイツのトラディションなオーケストラで F 管を吹かれてる人がいたらしいんですけども、そこはちょっとナンセンスなような気がしますね。オーケストレーションも大きいわけですし、またレスピーギはイタリアの作曲家で、またバスチューバコントラバスチューバっていうその境目みたいなのが少し、なかったのではないか、少し、なあなあに、ね、なってたんじゃないのかなっていう印象があります。はい、そこでF 管を使う、正管を使う、どっちがいいですかということをしたんですけども、今現在、タイプ A、F 管の画像に対して44%、タイプ B、正管の画像に対して56%、ほぼほぼ50-50の、結果が得られたんですね。そして、画像を見て、正管のその画像だと、私は正管を選んだんだけどその方がしっくりくる。で F 管を選んだ人、タイプ A を選んだ人は、F 管の方がしっくりくるようなって、実際に書かれてた人もいた。その人が耳が悪いのではなくて、そこまで、全員が全員その正管か F 管かっていうその差がね、そこまで開いてないっていう結果がこの調査ではっきりしたような気がするんですよ。またね、生で聞いてみないとわからないので、ぜひね、ITEC とか国際カンファレンスみたいな、みんなたくさんの人が集まる中で、カーテン審査にして F 管と正管、もしかしたら米管かもしれないですけれども、吹き比べてね、それで皆さんどっちがいいですかって丸×丸×、その演奏の良し悪しじゃなくてそのサウンドはどうですかっていうのに対して丸×丸×。正管でも私はヨークスタイル、4分の6サイズのヨークモデルを吹きましたけれども、それが例えば4分の3とか4分の4の小型の正管で吹いた場合ですとか、またロータリーのね小型の正管で吹いた場合、あとは大型の F 管のチューバで吹いた場合、それで、いろいろなそのなんていうのかな、採点の結果が出てくると思うんですよね。はい、あともう一つは芸術的なその観念において、様式美というものが存在するんですね。様式美っていうのは、例えばこの曲をやるときはこうあるべきだみたいなね、F 管のロータリーの楽器を使うべきだとかね、例えばウィーンフィルのような、伝統を重んじたような、オーケストラではピストンの楽器は使ってはいけないみたいなね、そういう話っていうのは実際にあって、それは、間違った話ではないんですね。それでそれがまた 100% 全員が全員に通用してそうしなければいけないというものではなくて、それはあくまでも歴史から紐解いてそれを守っていこう、その、当時のサウンドを聞いて、楽しもうじゃないかっていう一つの考え方なんですね。ですので、その F 管だろうが正管だろうがそれに対して、敵対心を持つのではなくて、そういうものがあるというのをね、お互いに知っとくと、とても今後ね、いいことがお互いに起きるんじゃないのかなと思ったのが今回の調査の最大の目的でした。はい、皆さんいかがだったでしょうか。ちょっと気分を害されて本当に、嫌な思いした人がいるかもしれないです。本当にそれは申し訳ありません。
繰り返し言いますけれども、この調査は、正しいか正しくないかですとか、引っ掛け問題を作ったわけではなく、意図的に音と画像をスイッチして、それで、公平な判断をしていただきたくってやったものです。もちろんそこで視覚的なね、F 感を使ってるからこれが正しいんだっていう人ももちろんそのタイプ A にしていただいただろうし、今まで正感の方がいいと思ったからとそういうバックグラウンドで正感のタイプ B にしたい人もいると思います。それも両方とも正解だと思います。はい、ものすごく、考えさせられた。私がね問題を出しといて、調査を出しといて非常に考えさせられた、議題だったなと思います。皆さんいかがだったでしょうか。またね何か発見がありましたら、新しい調査をできたらなと思います。皆さんご協力本当にありがとうございました。さようなら。Thank you very much for watching my YouTube channel. Please subscribe my channel and share to your friend. And if you like, please click I like to every program. Thank you very much. See you.